Fazla. 야, 수직 있다. 얼굴 보자. 뭐가 맛있어. 됐어. 됐어.
됐어. 노트샵. Let's get
気づいたら物がすごいんだよな。増えましたね。全部東京から持ってきた。いや、こっちからこっちで買ったの。もうある。ある。昨日めっちゃ寒かったわ、部屋。そうっすか。俺寝床のとこあれですよ。ちょっと開いてですか。窓？ある。やば。寒い。換気寒かろうが関係なしに開ける。マジ？昨日だって俺大地から電気毛布もらって寝たけど、それでも寒かった。今日は何やったらいいですか。今日は何やりましょう。せいや、今日は何しますか。今日は自分はちゃんこ長の、使った食器とか洗って、ちょっとずつ料理を覚えていきたいなと思って。本当にいやじゃあやるそうかな。いややらそうかなじゃなくて教えてくださいよ。ていうか昨日すごい静かだったな、大部屋。ああ確かに。いや、多分気にならないのは、なぜかっていうと冷蔵庫がうるさいから。ああ、そういうことか。ああ確かに。冷蔵庫すごかった音。絶対起きたっすよね。起きた。2、3回起きたもん。マジでうるさいんですよ、冷蔵庫。まだつくの方よ。寝床に冷蔵庫ってやばい。せや。はい。これはちょっとやりたいことがありますんで。そう、これ昨日やろうと思って忘れてたので今日やります。知らない。すごいって体重増やした。増やしたいと思って体重少ないんで今日疲れたから寝ようと思って寝ちゃうんですね。それ鶏肉？鶏ミンチです。触れないから。これと豚と鍋となんかいいね。あんまり肉団子買わないね。肉団子そのもの買うっすよ。買うんだ。ちょくちょく。あんま YouTube で見ない。スプーンじゃないんです。おでんスプーンないの？手でやるしかない。手でもこう。いや、やりづらいんですよね、これ。柔らかいから。ああ、確かに。アメとすぐ使います。ちょっと柔らかめ。そうですね。多分アメとか包丁は東京から持ってきてそれ考えたら東京は少ないです。名古屋ニンニク、生姜、塩、砂糖、味噌、味の素。人がそう。白米食べたの
鍋には豚を使います。これはもう関わらない。あと岡本さんが面白いネタを出してくださ俺結構関わってないよ。ったかかってるじゃないですか。大体 YouTube 見てる人って大食いとかで調べてる人多いらしいですよ。残念だけど。それおすすめ出てくるのってやっぱ人それぞれ違うんですかね。そうだよ。塩は鶏、基本的に塩は鶏、味噌は豚、醤油は豚と味噌どっちも。かかるですよ、平戸。ここから。でも1000円も本気出したらいっぱい食べれるよね。本気出したらそうですね。豚が大きいお母さん来たね。で結局乗れないから。じゃあ僕来年取ってきますね。1日潰れるかいや、そうだよ。ですよね。うわ最悪。よかったね。よくない仲間もしかして。岡本さんまで。あ、これすトーストで焼いてお肉、塊のお肉を切って焼いて切って。今日はあんま崩れないね、肉なんもいい感じ崩れないですね。でも岡本さんが作ってくださるやつどれも美味しいんですよ、本当に。何それポリかパスタパスタはしないです。しない？せいや、はい、ナス入ってるからナス持ってきて。わかりました。ナスで一袋でいいですか？いや、箱ごと持ってきて。箱のどれかわかりまナスと豚とこれとあと玉ねぎとかですかね。やるとしたら。いいね。そういう系のものいっぱいあるんだろうね、九州はね。あるっす。調味料だったり冷凍だったり。豆板醤入れて。豆板醤。ニンニクをちょっとプラス入れて。みりん。みりん入れて。ナスどれぐらいの箱ですか？マジ郵便局長すぎて。ああ。出かけたね、4時、いや、4時過ぎぐらいに郵便局行ったんですよ。ケイヤたちとカレンダー出して。ああ、番付表とカレンダーと。4時過ぎに出し行って、全部終わったら6時っすよ。やば。郵便局がそんな時間かかったの？カットっす。
てかそこの取っ手の部分って熱くない？今はない。ああほんとめっちゃ熱そうだね。これがもうちょっと火力強かったら多分ほんと？ブラックコーヒーかな。疲れてる。多いっすか？おいおい。また俺も体重どんぐらいかわかんないな。多分113ぐらいだったな。結構なんか分かんない。一緒にね。中尾さん、ファイナルも忘れて要素がどうとか。メバリさすがにじゃない。内側全然実家でもう話なんですか？大体入ってそうです。ケイちゃんが岡本さんは番付表おるのも早いし丁寧ですから。丁寧ではないな。なんか今日でもない。用意できる人って効率がいいんじゃない？鍵かかってて鍵が見当たらない。どうなんですかね。直してください。番付は変に枚数多んなければじゃないですか。俺最近10枚とか以上でおるんで、やっぱでも枚数あるからそんぐらいで折っていかないと終わんないですよ。YouTube 見ながらすいません。YouTube 見たりとか音楽聴きながらとか、ね、やってるんで曲げもできるし。曲げもできればあっちだね。確かに。マルチタスク大事だしさ。本当はそのリンクでなんかやろうかなと思ったんですけど、はい、思いつかないのでやめました。どうだろう。マジで思うことやらないです。ギュッこれ、俺思うんですよ。で、どういう味か調べて、プラスで味付けるのもありですか？あ、プラスでね。でも味付いてるんだね、これ一応。醤油。でも、だよね。最後に切ってから。さすがにちょっと半分にはしないとあるかも。結構味濃いんだね。いや、薄いって言う人は薄いって言うかもしれないけど。聞いてきたんです。洗っていいですか？嘘だな。いいっす。まず僕。そうなんですか。これやりすぎた。
多分これがちょうどいいぐらいの量だと思うんですよ。こんぐらいがね。まだおおめっちゃまあ夜の図書館いいか。まあそうやなまずじゃあ軽くいきますよ。ああ、これやったら売ってるっす。売ってそうだよね。これ売ってる。売ってるっすか？これ売ってるっす。おーい。いいね。おお。うまいね。キャッチャーのリリースですか。1000円野球できる。いやもうボール拾いぐらいですか。悪い。1000円マジで難しいけど。一番悪いんだ。いけ。水泳だけ得意。はい。カズさん一回ボール投げたら。あれあれせや。走り方もおもろいですよ。俺は次いいだろ。やべえ。何がやべえ。お、ストライク。ストライク。うまい。お、うまい。うまい。あれ。あれ。安心感ないし。これグローブが悪い。グローブ悪い。グローブが悪い。おお、うまい。いい音。お。Come to daddy, let's go shit. Come to daddy, daddy. 全然余裕ないから。てかしばっちこれ夜うるさくなかったっすか？めっちゃうるさかった。いやこれマジでうるさいんですよ。いやマジで。今日も生えたね。腹減りました。どうしよう。ここね。ここね、これ。指短い2人。いやこっち伸びてないから俺。いいいい勝負だね。ちょっと折るのが長い。ちょっと折るのが長いから。今日俺めっちゃ腹減ってるっす。今日払ってるね。やばいっす。やばい。めっちゃいっちゃうっす。めっちゃいっちゃうっす。いけるやつなんか。いくね。俺マジ今日腹減ってるからね。めっちゃ落とした。置いちゃうよね。止めましょう。食べませんって計算で。だから俺そうなんですよ。こういいやつ。しばっち。ここら辺に美味しいちゃんぽん屋さんがあるんですよ。ちゃんぽん。でもちゃんぽん連れて行きたいっす。え、行きたい。行きましょうよ。飯食ってから行きます。飯食ってからが飯。だって力士は飯食ってから飯ですから。ただ裏道から行ったら近いんですけど、やった。ちょっと足はまる。獣道って感じ。だいぶ獣道です。チャリやったらありがたいな。せーのは。はい、行きますか。はい、ありがとうございます。今日今、飯トイレなんですけど、さっきで作ったんですけど、飯足りないかもしれないです。白米、ワンチャン。でも全然いっぱいあるよ。あ、全然。しかも今日食べる人ちょっと少ないから。まあ少ないからなんですけど、ワンチャン。でも数のいっぱい食べちゃうし。俺はもうあと3杯ですよ。はい。
ありがとうございます。これみんなで使うの。これもう黄金比率のケチャップなんです。見して今ちょっと怪しかった。お黄金比率ですちょっと前は多めこういや、ケチャ多め。あケチャ多めって思うじゃないですか。何が真実で何が嘘か目に見えるものだけが真実それは限らない。ほらちょうどいい色してるわ。うまっ。これうまい。食べたらうまい。あ完璧。いいはいオーロラ逆にこうディップ式おいいねはいアメリカン式でオードブルで。アメリカオードブルできます二度漬け元これ二度漬け OK です。オッケー。はおいい九州なんで関西じゃないんで OK です。完璧ですね。オーロラ正解正解。正解これ合うっすかチキン。絶対うまいでしょ。誰このうまいオーロラソース作ったの？誰？誰これめちゃくちゃうまいんだけど。うまっ。あ、これです。自分でしかも二度漬け OK。はい。今日の鍋うまそうじゃね？なんかうまかった。まあ肉団子うまい。いつものこの3回冷凍肉団子使うの、これ手作り？手作りです。うまい。うまい。しかも味付けもね絶妙。そうかな。ちょっと食べ終わってその少々寂しいこと言われる。すげえ初めてだね卵にって2つのテ狭いで食ってる方がいいですからね。ーブルねでもパンツあそこデザートにいけるし。マジでうまいんですよ。2時までです。2時までだから。あるかもギリギリで行くと結構売り切れるんですよ。地方大体そうだ。あら、今洗濯って言って。今何もしてないよね。洗濯物くしゃくしゃのままで放置ちゃってる。正直絶対やんとるでしょ。本当にいいっすか？1000のそんなお方300万ぐらい。あ、でいいと思います。あれ全ページにさ出すのハンコそうです。やばっ12ページ。 12ページ1月からめっちゃ大変だねそれやばいねでも最初の頃押してなかったよね。まだついてた方が可愛いとかです。やだよ。いいっすよ。あ、俺も来た。俺も1個だ。お肉だ。農家ご飯ってうまいっすよね。寒すぎて。寒かった。カズマさんもその現象じゃないですか。遅かったですよ。マジ寒い朝。寒かったね布団から出れないもんね。出れないです。俺もなんで服着てないんだろうっていつも思うんだけど。なんで着ないんですか。でも分かるんです。寝るときって暑いですよね。いや、暑いっていうか、寝ててこう服がベロンってなるのが嫌だ。あー水元閉まるんです。青森出身だから。まあね。そこへそこへ追い込んでる。そう。難しいね。よくやってたよね。もうちょっと入れたいって思ってもうちょっと入れようとした時一気に入れた時ハッでこれ醤油入れてから混ぜる派と卵を
醤油入れてから混ぜる派と混ぜてから醤油入れる派は分かれるんですよね。それだとなんかちょっと混ぜた後に醤油入れると水分量少ない。あ、分かる分かる分かる。混ざりづらいですよ。だから吸っちゃうんですよ、米が。分かるっすか？ちょっと火通っちゃうよね。あ、そうです。あんまシャバシャバが好きなんですよ。あ、ちょっと泡立つぐらいでしょ。そう分かる分かる分かる。俺、金子さん好きだわ。でしょ？それでちょっとべちゃべちゃしてる方がいいってことでしょ。もうシャバシャバぐらいがいいです。なんならもう一個卵入れてるっす。分かる分かる分かる。米少ないぐらいがいいよね。あ、分かるです。俺こんぐらいがいいっす。流し込めるぐらいってことでしょ。そうっす。分かる分かる分かる。全部分かるって。でも欲を言ったら俺は納豆とネギ入れたいです。ああ分かる。よく言ったね。マジで、いや俺行ってた中学校は1日1人卵1個か納豆1個か選べるんですよ。で悩んいつもどっちかなんですけど、たまに後輩がもう自分いらないんであげますって言われた時に卵と納豆の組み合わせができるんですよ。最強だね。そうそう、俺もあれ超贅沢だ。一番うまいよねあれね。カルバ納豆ないの九州は。納豆あんまないです。名古屋めっちゃあったじゃん。やばい、そうですよ。先輩経験つまらない。もうそういうカズトさんみたいなことできますね。何もしなかった。カスタ俺多分すごい優しいサークルですよ。カズさん優しい。優し優そうしすぎて。割れていらなくなったガリガリ君の半分くれたっす。優しい。ちゃんと割れた方が。割れた方がこれ後悔。手汚れる方くれます。優しいんか。食べたそうに見てない。でも確かに俺カズトさんに怒られた記憶ないっすわ。うんと中学の時。カズとあんま怒んなそう。でもいっぱい食えた。本当。一回だけ誰に？俺の同級生のやつがいて、そいつ結構やばいやつだったんですけど、カズ3年生の1年生ですよ、その俺の同級生のやつがカズトさんの金玉パーンって殴ったんですよ。マジでもう大丈夫。ウェーイとか言ってんですよ。最悪。カズトさんバチ入れして風呂場に連れてって超説教して初めて人の胸ぐらをこう。それは切れるわでも。いやでもあれは切れるです。だってカズトさん何もしてないで金玉殴られてるんですもん。びっくりしちゃった。怒んないと思われたんかな。もしかして。いやその怒りより痛い怒りです。何してるの？反射でね。突発的に。突発的なやつ。でも俺カズさん怒ってるのそれで1回しか見たことないです。カズマさんが一番見たことない。カズマね。怖かったです。怒ってんの？ああでも静かに。高校の時はあれだったっす。3年生いたんですけど、2人が超優しすぎて誰も注意しないんでわざと注意役をしてます。そういうとこあるよね。ちゃんでもとね。カズマさんってもうちょっとね。もうちょっとね。でもその注意するのにも、そのなんていうんですか、なんか3年生だからみたいな上からっていうよりも、こうなんかちゃんと優しさがこう溢れ出てる怒り。あこうしないとダメだよ。そうですそうです。あとは。欲しが欲しがるね。怒れないですよね。俺ふざけてんのかこれーとか絶対言わないじゃないですか。言えないか。怒ったら黙っちゃうんです。あ、分かる分かる。そうね。なんか怒って説教してる時に噛むのが恥ずかしい。ヒートアップしちゃってねちょっとなんか噛んだら自分で笑っちゃいそうだし怒れないです。イラッとすることあるんですよ。怒ってね、唇震えちゃったりするから。唇触れる人いるっすよね。学校の先生とかね、たまにお前ふざけてんのかお前俺やれって言ったな。怒るエネルギー使いたくない。そう。疲れるし。俺も怒ったらしんどくしとこうってことある。でもその言い合える人こう言われたことに対してこう反発できるじゃん。それができない。だから謝っちゃったりするんですよ。もうごめんってなります。いや絶対に俺が正しいと思った時は言い返すかもしれない。だからヒロとお兄ちゃんと兄弟喧嘩してる時とか、バー言うじゃないですか。ヒロ言葉で返せなくなるので絶対暴力振るって言うんですよ。お兄ちゃんだね。そうっす。でやられるんですけどイラッとしてまた俺口喧嘩するんですけど結局また手出されるんですよ。口では勝つの。口では勝ってるんです。今日も口うまいっすよ。まあそうだね。口では
勝てるんですけど拳が飛んできますディベートでしたっけ？ディベート対決対決やってほしいです。ディベートおもろいよね。俺名古屋でやったっすよあれせいやでしたっけ？せいやディベート対決せいやめっちゃやったっすよ。でもせいやもうなんか最後のいつものあれになってたっすシュワさん毎年新弟子入ってやるんですよ。ディベート対決で何それ。いやあるんですよディ恒例のベート対決いやなんかやっぱり自分一人がその怒ってたら、新弟子に怒ってたら、やっぱ新弟子も思うことがあるじゃないですか、まあね。こっちもこう思ってんだぞっていうのがあるんで、だったらディベート対決してお互いの気持ちを言い合おうっていうちょっとやった方がいいんじゃない？やります？でもせいや半年経ったわけじゃん。この部屋に入ってでやっぱいろいろ思うこともあるわけ。はい。俺今せいやに思ってることないさこの二人翔太さんによく勝つ自信ありますよ。おお。来た。いやお前勝つ。おお絶対するじゃん。僕は絶対翔太さん勝つ自信ある。ディベート対決したら本当の喧嘩になる。この二人は。だんだんエスカレートしていく。しかもせいやってトイレで寝たりするのに朝異常に早起きするんですよ5時とかに起きて朝早いよね5時とかに起きてなんかウォわかるわかるーキング東京の時はチャリでサイクリング行くんですけどせいや入門したての時マジで起きなかったんですよ。でもわざわざ起こしに行く距離じゃないんですよ。なるほどね。せいやに電話かけてたんですそしたら電話かけるとアラームが止まるんですよ。あそうなの？おお。頭いい。大卒っす。大卒。それめっちゃいいっすねそう俺絶対物投げるっす。自称でも物を外したらさあれじゃん。めっちゃ頭いいじゃんそれ。はい、パンツ2枚入れてT シャツ2枚入れて今思えばなんか俺すげえひどいことしたなって思うこといっぱいあるっすよ。だったら後輩の子に一回謝っておいた方がいい先生にごめんなさい。ちゃんと謝った。意外と後輩見てそうっす。大学の4年生って一番すごいもんね。まあ大学の4年生なんて神様っす神様で。 8時半から稽古なんですよ。稽古の40分前にその日のちゃんこ番が起こしに来るんですよ。で起きて稽古場行ってでまあいろいろするじゃないですか。そしたら回し用意されててその回しつけてもらって稽古終わったらその担当のもう付き人みたいな子がいるんですよ。部屋っ子っていうその子が稽古終わったらこう自分のとこに来てくれて回し外してくれてでそれを回しをサウナがあるんですけどサウナに入れて乾かしてくれるんですけどで風呂場行ったら風呂場に担当の子がいて背中ゴシゴシしてくれるんですすごいね。それぞれ担当がいいんだ。そうですで終わって寮戻るじゃないですか。で寮戻ってここ食堂行って座ったらもう座る前に食堂入ってったらご飯ちょっと食べますかって言われてちょうだいって言ったらもう座ったら目の前にご飯とちゃんこと飲み物が用意されるんですよ。でこれ食べてで片付けて上行ったらもうそこから自由です。やば。じゃあ今頃俺その状態だったんです。そうでまあでもカズマさんも1年生の時その経験してるってことまあそうねですよねそれをそうで8時ぐらいに夜食どうしますかって言われてじゃあその日の気分でじゃあ今日オムライスとか親子丼とかって言ったらそれを作って作ってくれるの？一緒にその子と食べる。やっば。一人より神様です。いやマジで神様ですよ最高の1年間まあ3、4年生からそのためにね頑張っ12て。年はだからきついってことですよね1年生は相当きつい。だからもうしかも今って自分たちみんなでやるじゃないですか、洗い物とかも、1年生1人でご飯作って一人でご飯作るんですよ。で、パートナーっていう相棒みたいな方がその皿洗いを全部するんですよ、1人で。でその皿洗いが汚かったら今日はでもいる人でやるっすよね。だってうちの班でも4人も1年生のつけまれるぐらいそうなんですよ。坂本ダディダディ The sky was straight people people 坂本ダディダディなんすか